皆さんこんにちは、よしきです。私は普段釣り動画を撮るときにこのアクションカメラの Osmo Action 5 Pro か Osmo Action 4を使ってるんですけど、ちょっとケージやアクセサリーをつけたくていろいろ探していて、こちらのスモールリグの5135のケージと、あと DJI のコールドシューキット、こちらをちょっとつけてみたいなと思ったので、どんな使い方をしたいのか、これが実際どういう風につくのかっていう感じで皆さんに紹介したいと思います。いつもはね、釣り道具の紹介が多いんですけど、釣り動画やりたいなとか釣り動画やってるよ、この悩みがあるよっていう方もね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ早速開封していきます。でまずはスモールリグのキットからいきましょう。音問題についてね、ちょっといろいろ考えてました。特になんかこれだけ入ってました。これに、こんな感じで簡易包装ですけどしっかりと、はい、このようにで紙に入ってますね。はい、質感はOsmo Actionの感じに少し似てるような、イメージですかね。意外としっかり樹脂製プラスチックだったと思うんですけど、意外としっかりできてますね。で僕気になってたのはコールドシューマウントのところにしっかり外部マイクがつけられるかっていうところがすごい気になってたんですよね。質感結構しっかりしてます。もうちょい柔らかいのかと思ったんですけど、こちらが純正についてる縦型のキットですね。純正のキットってこのバッテリーのところに干渉しちゃって、この蓋が開けられないので、これを外さないとバッテリー交換できないんです。これがすごく嫌でずっと使ってなかったし、縦でも取らないんだけど、縦で使うとしてもちょっとこれは使いにくいなと思ったので、こちらのスモールリグさんのねマウントをつけてみたいと思います。僕ね FOB ブーストレンズっていうのをつけてるんで、普通のつけ方と違くなっちゃうのかなこれ。こうだからこうでいいのかな。めちゃくちゃ簡単につけられました。はい、ブーストレンズにも干渉せずしっかりとつけられましたね。はい、すごいかなりしっかりしてるし、で軽いです。結構いろいろなメーカーさんのねケージをちょっと探してたんですけど、全部アルミニウム製とかかなりがっしりしてて重たそうだっていうのがあったので、なかなかいいのないなと思ってスルーしてたんですけど、こちら、スモールリグさんのやつはしっかりしてて軽いと。しかも他のケージとかよりもお値段もまあまあリーズナブルで3390円でしたね。僕が買った時は Amazon 価格ですけど、スモールリグさんも結構使わせていただいてるんですけど、しっかり安心感もあるメーカーさんだったのでこちらを選択しました。今のところ装着も簡単ですね。で僕どんな使い方したいかっていうと、結構釣り動画の音問題に悩んでたんですよね。街ブラとか手軽な Vlog だったらこの DJI マイクミニがすごく声も拾いやすいし、 DJI のアクション5とか4とか、あとポケット3とかと Bluetooth で接続すると音が良い状態で、録音できると。だから受信機がない状態ってこれで接続できるんで、すごく便利だなと思って使ったんですけど、実はちょっと困ってたのは釣り動画ではどうしても引きの絵を撮る時に距離が出たりとか、あと波とか風が強かったりするんで、やっぱり Bluetooth 接続だと結構ブツブツと切れちゃってて、ちょっと使い物にならなかったんですよね。ここにつけて、でここにつけるんだったらBluetooth でも十分使えると思うんですけど、引きの絵を使う時にちょっとワイヤレスで音を飛ばしたかったっていうので、やはり受信機をつけたマイクシステムが必要だなと、細かい音を取ったりとか波の音を取ったりとかするのに必要だなと思いまして、ちょっといろいろ調節したいなと思ってこのアイテムにしました。やっぱり釣りの現場で絶対失敗したくない時とか、あと声じゃなくて環境音、波の音とか、あとジャバジャバっと膝まで使っていった泡の音とか、あと石の転がる音とか、そういうのを撮りたい時はやはりちょっとフラットな音で録音できるものが好きなんですよね。なので普段はこの、ロードのワイヤレスプロを使いたいなと、環境音では使いたいなと思っていて、こちらもともと持ってたのでこれを使おうかなと。 DJI マイクミニと使い分けてワイヤレスプロは使っているんですが、こちらはね32ビットフロート内部録音っていって、いい音で、しかも音割れもしないでこの送信機に録音できるっていう機能がついてるんですよね。で今も電源つけたら勝手に録音される状態になってるんですけど、ただちょっと問題があって、やはり DJI マイクミニよりはちょっと大きいんですよ。ここにポコッと挟んでつけたりマグネットでも止められるんですけど、ちょっとこれを止めるのにはちょっと不安だと。でこれに
ラベリアマイクって言ってピンマイクみたいなものをつけられるものが一緒についてるので、それをつけて使ってたんですけど、やっぱりちょっと煩わしくて、コードとかできればない方が安心だし、釣りの時は結構動くから、以前もピンマイクをつけていて、そこに風防がついてたんですけど、それを子供が落としちゃってなくしちゃったりしちゃったっていうこともあったんですよね。なのでなるべくアイテムは少なく済ましたい。で実際これを、じゃあ今つけてみますね。つけたいところにどこにつければ安定するのかなと思ったんですが、結構コールドシューマウントがついてるんですよ。この上のレンズの上の部分に1つと、で横の部分ですよね。このバッテリーケースのところにも1つついてますね。で下の部分にも2つついてるんですね。これすごいなと思って、上の部分はマイクの部分穴開いていて、オズモアクション自体のマイクもすごい音はいいんですけど、これも実はバックアップとして音は取っておきたいので、上に置くとちょっとこう音がこもったりするかなーってね、この声を拾うところはあるので、横につけられたらいいなと思って買ったんですが、どうでしょうかね。これつけられんのかな。こんな感じ。ちょっとやっぱりごつくはなっちゃいますけど、ワイヤレスプロしっかりつけられますね。心配してたのが、ここが爪が1個しかなかったんで、ここの爪が1個しかなかったんで、これ安定性どうかな、釣りの時動いて取れちゃうかなと思ったけど、いやしっかりとつきますね。なんならこのためにあるんじゃないか。他のところにもこれを外せば干渉しない、特にここにスイッチがあるわけではないので、そうですね、特に干渉しないので、これはかなりいいところにつけられたんじゃないかなと。でこれね、専用のモフモフがついてるんで、モフモフつけてね、こんな感じになるのかなと思います。やっぱちょっとでかいけどね、ここにネックマウントでつけるんでちょっと重たいかなとは思いますけど、許容範囲内でしょう。ではもう1個ね、こちら純正のコールドシューキット。これは2つ入ってると思うんですが、でこれも使ってみたかったというか、これも使い分けで使いたいなと。いろいろやりたいことがあって、このスモールリグさんのケージとこれもちょっと両方使いたいっていうことなんですよね。でおそらくこのコールドシューをつける場所はこの横のマウントの時につけるようにできてますね。これスモールリグさんのやつなんですけど、スモールリグさんのやつはカチッとはいかない、なんかうまくはまんないな。ここについてるんでつける必要ないんですけど、多分こうやって使うものだと思います。おそらくこの純正のケージのここにつけるやつですね。これはこういう感じで、やはり純正だとしっかりとカチッという音と一緒につきますね。僕はこれ使わないんで、こっち側はおそらく使うことはあんまりないかなとは思うんですが、こっちこのオズモの蓋と交換するような感じでつけるやつみたいなんですよね。このバッテリーの蓋と交換するタイプだと思います。バッテリーの蓋、これ皆さん外したことない人もいるかなと思うんですけど、これね、開けた状態でちょっと最初怖いんですけど、斜めに引っ張ると外れるんですよ。でつける時も斜めにこうやってカチッてつければ元に戻るので、つけてみましょうか。これをこのままいった。めちゃくちゃ簡単についた。さすが純正って感じですかね。外す時もカコンボコンだ。なんかバネ式になった感じですね。ただなんか気になるのは、これ防水性どうなんだろう。でも蓋だから一緒かな。なんか見た感じはそんなに作り変わらない。防水性がどうかはちょっとわからないですが、つけるのはすごく簡単です。はい、こんな感じでつきましたね。ちょっと気になってるのはもう一個あるんですけど、これこっち下側も穴開いてるんで、そのまま純正のが刺せるんですよ。これ良くないですか？これ実はスモールリグさんのやつとかちょっと純正の刺せないんじゃないかなみたいな、これも気になってたんですけど、しっかり純正のアタブタをここにマウントを接続できます。で私何をしたいのかと言いますとですね、2カメ使う人、あんまり釣り動画で2カメ使う人いないとも思うんですけど、2カメ使いたい場合、ちょっとステップアップして2カメ使いたい場合の人がいると思うんですね。
でその時はこれを例えば引きの絵で使うとしましょう。私こいつに、ワイヤレスプロの受信機をですねつけたいんです。でこのように、マイクの音が入るんですね。この形状を見ていただくと分かるんですけど、ワイヤレスプロが刺さってる状態です。でしかももう一つつけたいのが、この引きの絵の環境音も一緒に撮りたい。そうなるとマイクを2個つけたいってこういう状態になるんですよ。でこっちの胸元のアクション4にも、つけたいな。これ反対だ。しくった。これなんとかなんないかなこれ僕が思ってた反対につけたかったな。こっち向きにマイクをつけたい、もしくは上なので、プラスアダプターが必要ですね。皆さんご注意ください。はい、こちらのね、オズモの純正の方のカバーの方は前の方には穴が開いていないです。後ろから刺すタイプなんで、方向的にね、基本的にそんなに皆さんワイヤレスマイクをこいつにつけるってことはあんまりないと思うんですけど、僕と同じ運用したいって人はあまりいないとは思いますが、ちょっと反対につけたいっていう方はちょっとご注意ください。これは後ろからしかさせません。という点ではこれがすごい便利だな。これを2つ買った方がいいかもしれないですね。これケージつけなくていいからいいかなと思ったんですけど、こっちはちょっとまた使う機会を考えるか、おそらくアダプターはつけられると思うんで、ちょっとその辺も考えてねつけてみようかなと思います。このスモールリグさんのケージと純正のこのゴールドシューアダプターが気になっていたよという方は少しは参考になってかなと思います。またこれを使って外で撮影したりとかしてみたいなと思います。この動画が少しでも参考になったよと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。今度はこれらを使ってね撮影しに行った外の風景とかも皆さんにお知らせできたらいいかなと思います。このチャンネルは釣りのことや釣りの動画制作のことを話しております。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。